今日は多くの50代が勘違いしている年金の残酷すぎる現実について忖度なしで徹底的にお話しします。単刀直入に言います。もしあなたが将来受け取る年金が月15万円あるとしたら、あなたは現代日本における正真正銘の選ばれし上級国民です。ようこそお金と自由の航路へ。船長です。今画面の向こうで、いやいや船長、何を言っているんだ。月15万なんて生活保護と変わらないレベルだろう。それだけで優雅に暮らせるわけがない。そんな反論の声が聞こえてきそうです。確かに現役時代に月30万、40万と稼いでいたあなたの感覚からすれば、月15万円なんてほんのお小遣い程度に感じるかもしれません。しかし、この感覚のズレこそがあなたの老後を破綻させ、二度と這い上がれない貧困の沼へと引きずり込む最大の地雷なのです。定年後に蓋を開けてみれば、実際に口座に振り込まれるのは10万円そこそこ。そこから家賃や光熱費を払ったら手元には数千円しか残らない。現役時代は自分は中流だ、普通だと信じていたのに、退職届を出したその瞬間にいきなり下流老人へと転落する。そんな目に見えない巨大な格差が今の日本には口を開けて待っています。今日は定年後に初めて判明する残酷すぎる勝ち組負け組の境界線と、そこから這い上がるための具体的な戦略について徹底的に解説します。前提として最適解は目的とリスク許容度で変わります。ここでは初心者がハマりやすい一般論として整理します。もしあなたが年金なんてどうせもらえないから考えても無駄だ、足りなかったらその時考えればいい、なんとかなるだろうと思っているなら、この動画はあなたの甘い認識を粉々に砕くことになるでしょう。でも安心してください。現実を知ることは恐怖ではありません。現実を知ることだけがあなたの未来を守る唯一の対策への第一歩だからです。ぜひ最後まで覚悟を持ってご覧ください。さて、本題に入りましょう。まず、なぜ私が月15万円は上級国民だとここまで強く自信を持って断言するのか。その根拠となる数字を突きつけなければなりません。厚生労働省の最新データによると、厚生年金の平均受給額は月額約14万7千円です。これを聞いて、なんだ、平均で14万なら自分もそれくらいはもらえるだろう。自分は平均的なサラリーマンだったし大丈夫だと思ったあなた、これこそが国やメディアが仕掛けた平均値の罠です。この数字には現役時代にバリバリ稼いでいた大企業の役員や高所得者も含まれています。彼らが平均値を大きく釣り上げているのです。中央値で見ればもっと低いのが現実です。そして何よりこの数字はあくまで額面です。手取りではありません。ここが多くの50代が見落とす致命的な盲点です。実際にはこの額面から国民健康保険料、または後期高齢者医療保険料、介護保険料、所得税、住民税、これらが容赦なく確実に天引きされます。現役時代は会社が半分負担してくれていたものも、定年後は全額自己負担になるものもあります。その負担感は想像を絶します。具体的に計算してみましょう。もし額面が15万円だとしても、手取りにすれば住んでいる地域にもよりますが、約12万5千円から13万円前後になります。額面から2万円以上も消えてなくなるのです。もし額面が12万円ならどうなるでしょうか。手取りは10万円を切る可能性すらあります。毎月通帳に記帳される数字が9万円台だった時の
絶望感をあなたは想像できますか？さらに残酷なのは男女の格差です。男性の平均は約16万円ですが、女性の平均はなんと約10万円です。つまり、夫婦2人で、夫16万、妻10万の合計に16万円あれば、それはもう、現代の日本では、紛れもない超勝ち組世帯なのです。ところが、多くの50代男性は、自分の年金だけで、夫婦2人が養える。妻はずっと専業主婦だったから、自分の扶養でなんとかなる。と、昭和の価値観のまま、致命的な勘違いをしています。現実はどうでしょうか？夫の年金だけでは、生活費の固定費すら賄えない。妻の年金を足して、ようやく食費が出るかどうか。そんな綱渡りの家計が、今の日本の標準的なモデルなのです。では、ここで、残酷な境界線の話をしましょう。月15万円というラインを割ると、私たちの生活には、具体的に何が起きるのでしょうか。それは、単に贅沢ができないとか、旅行に行けないというレベルの話ではありません。人間としての尊厳が削り取られるような、じりじりとした痛みが毎日続くことになります。具体的なシミュレーションをしてみましょう。手取りが10万円の生活です。持ち家でローンが完済していれば、まだマシかもしれません。しかし、もし賃貸だった場合、家賃で5万円が消えます。残りは5万円です。光熱費が高騰しています。電気、ガス、水道で1万5千円。残りは3万5千円です。通信費、スマホ代で5千円。残りは3万円です。この3万円で、1ヶ月分の食費、日用品、医療費、衣服費、すべてを賄わなければなりません。1日あたり、使えるお金は1000円です。ここには、交際費も、お小遣いも、家の修繕費も、一切含まれていません。どう考えても、計算が合わないのです。こうなると、まずい食住のすべてにおいて、選択肢が消滅します。スーパーに行っても、買いたい食材ではなく、半額シールが貼られた食材しか、カゴに入れられない。たまには美味しい刺身が食べたいなと思っても、値札を見て、ため息をついて、そっと棚に戻す。そんな惨めな瞬間が日常になります。次に、社会とのつながりが断たれます。同窓会や友人の誘いがあっても、参加費の5000円が惜しくて、体調が悪いからと、嘘の理由で断るようになる。本当は行きたいのに、お金がないから行けない。その悔しさは、ボディブローのように、心を蝕みます。孫が遊びに来ても、お年玉やお小遣いをあげられない。おじいちゃん、これ買ってと言われるのが怖くて、孫の顔を見るのがだんだん辛くなってくる。自分の情けなさに、夜、一人で泣くことになるかもしれません。そして何より恐ろしいのが、想定外への弱さです。年金が少ない世帯は、貯蓄も少ない傾向にあります。そんなギリギリの状態で、家のエアコンが壊れた。給湯器が故障してお湯が出ない。あるいは自分が病気になって入院が必要になった。そんなたった一度のトラブルで家計は一瞬で破綻します。修理代が払えないから真夏にエアコンなしで過ごす。医療費が払えないから痛みを我慢して病院に行かない。これが負け組に転落した後のリアルな生活です。特に50代の皆さんに強く警告したいのは、お一人様のリスクです。今は夫婦2人で何とかなっていても、どちらかが先に旅立てば、年金収入はガクンと減ります。特に会社員の夫が先に亡くなった場合、残された妻が受け取れるのは、自分の基礎年金と夫の厚生年金の4分の3です。ざっくり言えば、世帯収入は半分近くまで落ち込みます。一方で、家賃や光熱費といった生活コストは、一人になっても半分にはなりません。つまり、夫が亡くなった瞬間から、妻の生活は困窮し、
貧困老人へと真っ逆さまに落ちていく。これが没落のメカニズムです。老後破産という言葉は、決してギャンブル狂野浪費家だけの末路ではありません。真面目に生きてきたごく普通の会社員が、この年金の壁を見誤ったがために陥る、誰にでも起こりうる静かなる悲劇なのです。ここまで聞いて、そんなに脅かすなよ、気分が悪くなる、もう手遅れなんじゃないか、と絶望した方もいるかもしれません。しかし、ここで思考停止してはいけません。現実を直視した今こそが、反撃ののろしを上げる時です。ここからは、希望の話をしましょう。どうすれば、私たちがこの残酷な境界線を越えた、月15万円以上の上級国民サイドに行けるのか。そのための具体的な戦略を3つ提示します。戦略その1。長く働くことによる最強の守備力強化です。年金が少ない最大の理由は、保険料を納めた期間が短いか、納めた額が少ないか、このどちらかです。過去を変えることはできませんが、未来を変えることはできます。多くの人が60歳で定年退職して、すぐに悠々自適な年金生活に入ろうとします。だから、計算が狂うのです。65歳、いや70歳まで、どんな形でもいいから、働き続けること。これが最強の解決策です。ここで重要なのは、現役時代と同じように稼ぐ必要はない、ということです。例えば、月10万円でもいい。アルバイトでも、パートでも、シルバー人材センターでも、これまでのスキルを生かした業務委託でもいい。この月10万円の労働収入が、どれほどすごい価値か、わかりますか？投資の世界で元本が減らないように、年利 4% で運用しながら取り崩す 4% ルールというものがあります。このルールで逆算すると、月10万円、つまり年間120万円を生み出すためには、なんと3000万円の資産が必要です。つまり、あなたが老体に鞭打って、月10万円を稼ぎ続けるということは、3000万円の金融資産を持っているのと、全く同じ経済効果があるのです。50代から必死に節約して3000万円を貯めるのは、ほぼ不可能に近いでしょう。でも、月10万円働くことなら、健康さえあれば、誰にでも可能です。働くことは、最強の資産運用なのです。さらに、長く働くことで、年金を受け取る時期を遅らせることができます。これが、次の戦略につながります。戦略その2。繰り下げ受給という、国が用意した最強の投資商品の活用です。皆さんは、年金を65歳で受け取らなければならない、と思い込んでいませんか？実は、受け取りを1ヶ月遅らせるごとに、受給額は 0.7% 増えます。もし、70歳まで5年間我慢すれば、受給額は、なんと 42% も増えるのです。月10万円の年金だった人が14万2000円になる。月14万円だった人が約20万円になる。この 42% という数字、どんな凄腕の投資家でも、リスクなしで確実に 42% も資産を増やすことは不可能です。ウォーレン・バフェットでさえ、年利に 10% 程度です。繰り下げ受給は、バフェットを超える投資効率なのです。もちろん、早く亡くなれば損をする、という議論は必ず出ます。しかし、私たちが恐れるべきは、早く死ぬことではなく、生きているのにお金がないことではないでしょうか。長生きリスクに備えるという意味では、繰り下げ受給は最強の保険になります。70歳まで働くことで生活費を稼ぎ、その間、年金を寝かせて育てておく。そして、働けなくなった70代以降に、総額された太い年金を受け取る。この組み合わせこそが、年金格差を逆転する王道のルートです。そして、戦略その3。新NISAによる自分年金の上乗せです。公的年金と労働収入だけでは、まだ不安だ。あるいは、もっと豊かに暮らしたい。ならば、
自分で年金を作ればいい。そのための最強のツールが新NISAです。目標は月3万円の配当金、つまり不労所得を作ることです。もし公的年金が12万円でも、配当が3万円あれば、合計15万円になります。この3万円が精神的な安定剤として、どれほど巨大な力を持つか想像してください。高配当株や S&P500 の取り崩しで、月3万円を作るには、ざっくり言えば900万円から1000万円程度の資産が必要です。利回りを 4% と仮定すれば、1000万円で年間40万円。月にならすと約3万3000円です。50代から1000万円なんて無理だ。と諦めるのはまだ早いです。退職金の一部や、これまでの預金、そして60代以降も働いて得た収入を、浪費せずにコツコツと投資に回すのです。時間がかかってもいい。70歳、75歳になった時に、この自分年金システムが完成していれば、あなたの老後は盤石なものになります。ここで重要なのは、公的年金と労働収入と資産収入、この3本の矢を組み合わせることです。どれか一つで完璧を目指す必要はありません。年金が少なくても長く働けばいい。働くのが辛くなったら投資の取り崩しを使えばいい。手札を複数持っていることこそが本当の意味での上級国民の条件なのです。最後にこれだけは覚えておいてください。私が言う上級国民とは、毎日高級ステーキを食べてファーストクラスで海外旅行に行く人のことではありません。スーパーで半額シールを待たずに自分が食べたい新鮮な食材を買える人、孫に笑顔でお小遣いをあげられる人、友人の誘いをお金を理由に断らなくていい人、病気になった時に個室を選べる人、つまり人生の最後まで自分の意思で選択できる自由を持っている人のことです。月15万円というラインは、その自由を守るための最低限の防波堤なのです。今、この動画を見て、自分の年金定期便を確認しようと思った方、あるいはもう少し長く働こうと決意した方、その行動こそがあなたを負け組の未来から救い出し、勝ち組へと押し上げる原動力になります。残酷な現実は見ないふりをしても消えません。しかし、直視して対策を打てば、必ず乗り越えられます。50代、まだ間に合います。今日があなたの残りの人生で一番は会費です。年金という名の国からの配給だけに頼るのではなく、自分の力で自由への切符をつかみ取りましょう。このチャンネルでは、これからも50代からの資産形成や年金対策、そして人生を豊かにする知恵を忖度なしで発信していきます。厳しい話もするかもしれませんが、それはあなたに本当に幸せになってほしいからです。ぜひチャンネル登録をして、次回の動画も見逃さないでくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。